んにちは、ミルです。今日は性格に関する言葉パート2です。前回は私の性格を紹介しながら、それに関係する言葉をいくつか紹介しました。今日はね、日本人が大好きな血液型占いを紹介しながら性格に関する言葉を紹介していきます。日本人の多くが血液型占いを知っていると思いますし、血液型によってなんとなくその人の性格を推測しているんじゃないかなと思います。だからね、仲良くなっていくと、血液型何とか、血液型何型とかね。あとは、ねえねえ、絶対 A 型だよねとかね、やるんですよ。はい。軽くちょっと紹介すると、A 型は几帳面で真面目。B 型はマイペース。O 型はおおらか。AB 型は二重人格。なんてね、よく言われます。で、私の勝手なイメージなんですが、A 型と O 型ってね、聞いたり言ったりすると、いいねみたいな反応です。きっとこの人いい人、みたいなね。で、B 型とか AB 型って言ったり聞いたりすると、B 型かとかね、AB 型かみたいな反応になる。これは私のこれまでの経験による勝手な意見なんですが、いかがでしょうか。こうやって血液型で性格を推測したり、血液型占いをするなんていうのはね、日本独自の文化かもしれないですね。あとは星座占いもあります。例えば、天秤座の人はこういう性格、獅子座の人はこういう性格という感じで、星座占いもあるんですが、血液型は4つしかありませんから、覚えやすい。だからね、こんなに広まったのかななんて思いました。はい。ということで今日は血液型による性格占いを紹介しながら、それに関する性格を表す言葉をたくさん紹介していきたいと思います。ちなみに科学的根拠があるわけではないそうです。まずは A 型。真面目、嘘をつかない、誠実、計画的、几帳面という感じですね。約束やルール、時間などをちゃんと守る人ですね。几帳面と真面目はちょっと違うんですね。私はね、全然几帳面じゃないんです。今、私の机の上には、本がね、1、2、3、4冊。手帳があって、筆立てがあって、プリントが数枚あります。それからメモ帳があって、お菓子もあります。定規もあるし、髪の毛を留めるクリップもありますし、ティッシュケースもあります。で、使ったティッシュもそのまま置いてあります。あとね、コップもありますね。はい。で、これらのすべてが適当なところに置いてあります。バラバラに、あちらこちらに放置されています。本もね、全然揃っていません。まっすぐ置いてあるというわけではなくてね、斜めにバラバラに置いてあります。ティッシュケースもね、普段はすぐ手に取れるように自分のね、向かって右に置いてあるんですが、今はなぜかパソコンの後ろにあります。で、几帳面な人というのは、こういうのはきっと我慢できないんじゃないかと思います。いつも同じ場所、同じ角度で整理整頓されていると思います。使ったらすぐ元の場所に戻す。はい。ノートを書くときもね、私は几帳面ではないので、読めればいいやという感じで書いてしまうんですね。もちろん自分のものだけですよ。人と共有するときとか、授業中はね、もちろん丁寧に書くんですが、自分だけのノートとかね、メモ帳など、結構適当です。線を引くときも手書きでスーッと引きますしね。でも、几帳面な人は多分定規を当てて線を引くと思いますし、綺麗に、そして丁寧にノートに字や絵や図を書くと思います。A 型は真面目で几帳面。
それからね、神経質。これもよく言われると思います。几帳面に少し似ているんですが、神経質というのは良くない意味で使われることが多いと思います。細かいことまで必要以上に気にしてしまって、言動がちょっと過剰になってしまったりする。こだわりが強い、完璧主義という言葉も似ているかもしれません。例えば、外にちょっと出ただけでも、家に帰ってきたらしっかり手を洗わないと気が済まないとかね。そう、私の知り合いでね、私神経質だからさ、公園のベンチに座るだけでもアルコール除菌しないと気持ち悪いんだよねっていう人がいました。必要以上に細かいことが気になってしまって、行動が過剰になってしまう。これがね、神経質。で、A 型の性格ね、真面目、誠実、計画的、几帳面、神経質とお話をしたんですが、それらの反対の意味がある言葉を紹介していきます。真面目の反対は不真面目、そのままですね。そして誠実の反対は不誠実。あるいはね、軽薄と言ってもいいかもしれません。軽薄、軽くて薄い。態度が軽い、言葉が軽い、なんか適当な感じしませんか？口が軽いという慣用句があるんですが、これはね、秘密とか話してはいけないことをすぐいろんな人にね、話してしまうという意味です。なので、誰にも知られたくないことを口が軽い人に言ってしまったら、多分ね、翌日にはたくさんの人に広まっているかもしれません。口が軽いの反対は口が硬いです。口が重いじゃなくてね、口が硬い。秘密などはね、ちゃんと守る。誰にも言わない。口が軽い人はね、信頼するのが難しいですが、口が硬い人は信頼できるかもしれませんね。それから計画的の反対は衝動的。あるいは前回の動画で紹介した行き当たりばったりもいいですね。衝動的。衝動買いって聞いたことありますか？よく考えないで、その時のね、欲しい、買いたいという気持ちだけで買ってしまうことです。一度や二度ね、衝動買いをしたことあると思うんですが、いかがでしょうか？几帳面の反対はズボラとか大雑把でしょうか？いい加減、だらしない、ちゃんとしていない、こんな感じですね。だらしないというのは、例えば、いつもシワだらけのシャツを着ている人が会社にいたら、ちょっとだらしない人なのかなって思うかもしれません。それから、さっきね、言ったように、私の机の上、めちゃくちゃです。だらしないですね。それから、ズボラ。ズボラもね、だらしないなんですが、ズボラは良くない意味でも、多分ね、いい意味でも使われると思うんです。だらしないはね、いい意味で使われることはほとんどないと思います。最近だとね、ズボラ弁当とか、ズボラ飯っていう言葉があります。手抜きなんだけど、ちゃんとしているご飯、お弁当。手抜きというのはね、手を抜くという慣用句があるんですが、やるべきことをちゃんとやらない。ちゃんと手を動かさないということですね。例えばね、お給料が低いから手抜いて仕事してもいいやとかね、年末の大掃除なのに自分はやりたくないから手を抜くとかね、ちゃんとお掃除をしない。こんな感じです。ズボラ弁当は、例えば前日の残りのおかずを入れたり、冷凍食品を入れたりすることで、当日の朝はね、ちゃんとした調理をしていないお弁当、これがズボラ弁当と言えると思います。でもね、ちゃんとしたお弁当です。はい。なので、まあ、いい意味ですよね。あのーお弁当を作ってきてるんですか？すごいですねって言われた時に、いえいえ、ズボラ弁当ですよとかね、昨日の残りを詰めただけの手抜き弁当ですよなんて謙遜してね、言うことがあります。それから、大雑把。大きく、雑に、掴む、握る。はい。細かいところまで注意が行き届かない様子。
雑ということですね。几帳面の反対としてよく使われるので、あんまり丁寧ではないとかね、細かいことを気にしないという意味で使われます。では次は B 型です。はい、今回の動画は長くなりそうですね。B 型、よく言われるのがマイペース、楽観的。なので A 型と B 型は喧嘩しやすいとも言われます。どうでしょうか？A 型はね、すごく真面目で、B 型はね、マイペースで楽観的。マイペース、自分の速度、自由気まま。いい意味でも良くない意味でも使われますね。似た言葉で自己中心的という言葉もあるんですが、自己中心的、略して自己中とも言うんですけどね。この自己中はね、良くない意味で使われます。自分が中心。自分を中心にして物事を考えたり行動をするという意味です。マイペースはちょっとね、冷静な部分もありそうです。自分のペースを守るというね、冷静さ。はい。なので、マイペースだと他人に流されにくい。他人のペースに合わせるというよりも自分のペースに合わせることの方が多いという感じですね。なので、他人の言動に流されにくいというね、いい面もあると思います。良くない意味としては、周りのペースにあまり合わせないので、空気が読めないと言われることもあると思います。楽観的はね、前回の動画で説明しました。物事を何でもうまくいくだろうと考えることです。大丈夫、大丈夫、なんとかなるよ。そんな感じでしょうか。マイペースに似た言葉をね、さっき自己中心的紹介したんですが、あとはね、協調性がない。これはね、良くない意味で言われることですね。協調性がないとはね、はっきり言い切れないと思うんですが、協調性がある、協調性がないで言うと、ないの方に分類されるんじゃないかなと思います。なので、マイペースの反対は協調性があるということになると思います。楽観的の反対は前回の動画で説明したんですが、悲観的です。物事をね、何でもうまくいかないって考えることです。次は O 型。O 型はおおらか。そして面倒見がいいって言われます。あとね、社交的。はい。なのでね、どの血液型の人とも相性がいいと聞いたことがあります。どうですか？おおらか。これはね、心が広い、穏やか、余裕がある。とてもいいですね。そうなりたいものです。はい。前回の動画でお話ししましたが、私はね、短気です。はい。穏やかも前回の動画でお話をしました。穏やかな海、波がなく静かな海。穏やかな天気、暖かくて風もそれほどなく、安定していて心地いい天気です。性格もそんな感じです。安定していて穏やか、心地いい。それから面倒見がいい。これはね、人の世話をするのが好き。大変だなーって思うことでも率先してね、自分から面倒を見る。例えばね、後輩の面倒見がいいとかね、これは後輩の悩みを聞いてあげたり、問題があれば解決できるように手助けしたりということですね。それから社交的。人との付き合いが積極的。積極的に人と関わろうとしたり、コミュニケーションを取ろうとする人を社交的と言いますね。では、おおらか、面倒見がいい、社交的の反対の意味を持つ言葉を紹介します。おおらかの反対は、心が狭いとか、さっき紹介した神経質なんかがいいかもしれません。社交的の反対は内向的です。興味、関心がね、自分に向かうので、他人との関わりがちょっと面倒。社交的だとね、いろんな人に関心が向いて、内向的は自分に関心が向かう。こういう感じですね。似ている言葉で言うとね、内気。内気というのは人前で話すのが苦手とか、恥ずかしくなってしまって話せないとかね。
話すまでにちょっと時間がかかる。こういう人をね、内気と言ったりします。内気に似た言葉でね、人見知りもあるんですが、人見知りは初対面の人に対してね、特に緊張する人です。では最後、AB 型。AB 型の性格は、A 型の真面目さとか几帳面さと、B 型のマイペースさ、楽観的な要素があるので、二重人格と言われたり、変わり者と言われたりします。冷静で理性的で落ち着いている部分があったり、感情的な部分があったり、一体あなたはどんな性格なのって言われることが多いようですね。はい。ということで今日は日本の血液型占いを紹介しながら性格に関する言葉を紹介しました。皆さんの血液型とその性格はどうですか？合っていそうでしょうか？まだね、もっともっと性格を表す言葉があるので、また今度紹介したいと思います。じゃあ、バイバイ。